インザミドル。やろうね。それじゃ私の席を譲ってあげよう。逃げんな、待て。そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。このゲームは24時間営業のコインランドリーで、昼間は普通に働いて、夜間に不気味なことが起こるホラーゲームみたいなの。設定は言語と音量だけのシンプルスタイルだね。日本語あるのええやん。それじゃやってみる。いきなり投げ出すタイプか。導入ある方がレアなんやぞ。自販機想像しろって言われたら思い浮かべるラインナップ。うちは大道ドリンク派やからわからん。いいで扉と対話して開けていく。扉につくも神でも宿ってるんやろな。こっちからは取れないか。受話器取れてても着信ってするんか。仕事初日にようこそ友よ。あなたがすべきことは簡単です。一瞬だけ英文見えたな。お客様が来たらお金を受け取ります。彼らはすでに希望する洗濯機に洗濯物を入れています。機械に洗浄剤を充填するだけです。倉庫とレジの後ろには十分な子があります。穴埋めクイズ始まってくさ。下、機械に洗浄剤を充填するだけですって。ガル、バーリマ、ります。了解。読んでくれてありがとう。今のでやることわかったか。日本語文が出る前に1から3フレームも英文が出てたからわかったよ。読めるわけないやろ。まあ読めたならやること教えてくれや。お客さんが来たらお金を受け取る。お客さんが洗濯機に洗い物を入れるから洗剤を入れてあげる。そこまではうちもわかった。洗剤は倉庫やレジの後ろに十分あって、夜に何かしらの問題が起きたら、問題が起きている洗濯機に洗剤を再度入れたら大丈夫らしい。異常があったら洗剤ぶち当てろってことか。夜になってからじゃないとわからないから、日中は真面目に仕事するか。ざっと見てるけど調べられるようなものはないね。客と会話もできないっぽいな。クリーニング屋さんとも違うっぽいけど、こういう場所ってよくあるの？洗剤を導入するだけのバイトって文面だけ見たら闇やな。これをするだけで時給いくらなんだろうね。バックヤードには洗剤と外に出られる扉しかない。音がずっと一定やったから雷が嬉しいと感じたで。雨が降ってきたみたいだから入り口閉めといたよ。閉めても客が詰まることなく開けて入ってくる両芸ってのは確認済みだよ。なんで外出た？赤子の声がした。扉開けられないで困っとるやつおるやん。おっぱいが大きいから両芸です。いやこれ敵の見た目しとるぞ。あかねちゃん的にはそうなの？体型コンプ的な話やなくてホラーの敵くらいくらでわかるんや。とりあえず開けたけど入ってこないや。で、これが異常やな。洗剤持ってこよか。敵だったね。あれから逃げながら洗剤投入していくゲームってことか。常に最短で追ってくるんだとしたら左から来るはず。なんで外いるんや。逃げるのに店内だと扉とか洗濯機の角で突っかかるからだよ。で、来たので逃げ続ける。これ楽しいか？いや全然全く。洗剤投入して洗濯機の異常を止めないと終わらないんやないか。3分くらい逃げて進まなかったらそうするね。長すぎるけど任せるわ。お、進んだ1分30秒周りをちょろちょろしてればいいってマジ？ ?2 日目だし店内で調べられるもの増えてたりするかな。これ昼間部分はお金受け取って洗剤投入するだけやしカットでええやろ。調べられるものとか会話が増えてないならそうだね。何か変化があるまでカットするのは無理だと思われ。なんでや。これ無限に遊べるゲームだから1日目とずっと同じだし。じゃ逃亡するで。ほな。実績で10日目に到達するとかもないの？ないですね。なんかごめんね。あかりちゃんが持ってくるゲームなら何でも許すよ。いくらやったん？ 310 円の 12% オフで272円だよ。許す。許すんか。終わりがないなら床落ちして無理やり終わろうね。他の建物は触れると消えるだけのと床落ちするのがあるよ。ちなマップの端まで行っても落ちることできたで。綺麗な夕焼けが見れたからよしだね。4ゲメニューの目が出ないのは謎やな。おまかんかもしれない。4ゲアップデートが来ててね。お客さんの服装が増えたのと、
移動速度の上昇、それと5時の修正がされたよ。アプデ前に初日乗り越えてたから5時の確認できない。2日目以降会話ないしな。一応メニューは出るみたい。リリースしてすぐに修正してくれるなんてすごいよね。やる気を感じられるね。まあ私もやる気があったからいろいろ試してみてたんだけどね。よくやる気あったな。分かったことがあってね。まず洗剤は一切必要ないです。夜に異常を収める時の話か。夜に異常が起きた洗濯機に洗剤を入れると正常に戻すことができるけど、戻しても次々に異常は起きるし、敵が消えてくれるわけでもないので、チェイスしながら洗剤を投入するよりもチェイスに専念した方がいいです。で、洗剤がいらないって話に戻すけど、昼間にも使う必要ないです。お客さんが洗濯物を入れていった後に何もしなくても問題ないよ。翌日現れてない服を見た客にブチギレられるやろ。気づくのかな？気づくに決まっとるやん。洗剤を持ってきて入れる必要がないので、昼間は3分間ここでいいを押して代金回収ボットになってれば OK。簡単やけど3分は少し長いな。雨が降り出したら入り口から遠い場所で待機。何のセットアップや。失敗した時用に扉を開けておくといいかも。敵はだいたい入り口から来るけど、たまにバックヤードから来るので広く見ておく。ちな敵は扉を閉めててもすり抜けてくるで。雷の後に赤子が鳴いて、まだ動かない状態の女が出現する。次の雷で動き出すんだけど、この位置で待機してると扉の横の壁か洗濯機で引っかかるよ。成功だね。わからん。ほらいるよ。で、あとは2分くらい放置で OK。 昼間はいい連打でよくて、夜はちょろっと移動するだけで OK ってことか。アプデ前からそうで今もそうだからそうだね。これからのアップデートに期待だね。ミニゲーム系としては悪くないけど、無限に遊べるんだとしても一旦の終わりは欲しいと思ったよ。現状だと無限どころか2日目にはやる気失せちゃうもん。実績で100日目に到達があるだけでもやる気が続く人いると思う。100はきついやろ。到達すべき点がないから、いつでも遊べていつでもやめられるってもんや。まあそれもそうだね。何日かに1回電話で頑張れとか進捗聞かれるとかあればもっといいかも。あとアプリで床落ちしたり、建物をすり抜けたりも治ってるみたい。外に行く必要はないけどありがたいね。まあもう終わるか。面白みにかけたけどアプデするやる気あるだけよしって感じだったよ。楽しくはなかったけど画面が明るいのと中央の点がでかいのは良かったな。あと敵の胸が大きいのも良かった。一応やけど日本語あるのも良かったな。褒めるとこいっぱいあるなら両芸じゃん。3分いいを連打して2分放置したい人にはおすすめです。それではまたね。